こんにちは、農業の仲間です。今日はですね、2024年買ってよかったものベスト5の方をやっていきたいと思います。今年ですね、すっごい忙しくて、全然動画更新できてないんですけれども、来年はですね、YouTube 上でもですね、いろいろやってみたいことありますので、もう少し更新していけたらなというふうに、思っております。では早速、ベスト5の方、第5位。第5位はですね、ヤッケです。めちゃめちゃ汚いんですけども、ヤッケってもしかしたら方言かもしれないですけど、作業中に着る、ナイロン状の汚れないように着るものですね。が第5位です。で、これ、スポーツメーカーの水野さんが作っているレインウェアアクアブロックっていう商品なんですけども、この、要はカッパなんですよ。なんだけど、すごい薄くて軽くて、ほぼヤッケと同じぐらい。にもかかわらず、糖質性能がめちゃくちゃ高いんですよ。なので、着てても蒸れにくいっていうのがですね、すごいいいポイントです。で、それがすごい良かったです。レインウェア選ぶときのポイントなんですけども、その人間って安定時、安静しているときでも 50g、1時間に 50g の汗をかくと言われていて、運動しているときですね、軽い運動で 500g。ランニングとか激しい運動をしていると、1000g ですね、の汗をかくと水分が出るというふうに言われています。なので、ヤッケとか着てると蒸れちゃうんですよ。なんですが、このレインウェア、なんとですね、24時間あたり1万グラムの糖質性能があります。ランニングとかする方用に開発されているようなウェアなんですよ。だけど、すごい軽くて、もうほぼヤッケとして使えるっていうところがすごい良くてですね。で、実際に僕、下はこれを履いていて、上は普通の、アウトドアメーカーのナイロンのジャケットとか着てるんですけども、上の方はですね、やっぱちょっと脱ぐと濡れてて、結露してるなっていう時あるんですけども、こっちの方はですね、ほんとサラッとしてます。全然蒸れないっていうので、もうすごい、これ買ってよかったわっていうふうに思ってます。ただその上下水野で揃えるかっていうと、ちょっとそれは嫌だなっていうふうに思うので、下だけ、これを使っています。僕買った時は、2000円台か3000円ちょっとぐらいだったんですけど、今ちょっと値上がりして、Amazon で、今2、3900円ぐらいかなになっています。僕もこれちょっと一部穴開いたりとかしてますけども、補修用のテープとか貼りながら、1年2年は使おうかなというふうには思っています。ということで、第5位は、水野さんのレインウェア、ヤッケとして大活躍っていうものです。続きまして、第4位。はい。第4位がこちら。収納のラック。これ畳んでる状態のものですね。で、これを5分やって、ここロックなんですけど、これをグッと下げるとラックになると。3段ラックになるよっていうもので、耐荷重が60キロですね。総体重荷重が60キロあります。で、ここのレバー、ここを持ち上げてあげると、さっきのように、こういうふうに、簡単に折りたたむことができます。で、これ自体も非常に軽いですし、これに、僕はこういうふうに道具を現場に引っ掛けて、ビスを入れとくというよりは、こういう工具類ですよね。ちょっと、パッと置いときたいものとかをですね、こういうふうにかけて、あと丸のこの引き割り蒸気もここに入ったりしますし、そういう感じで、現場にこれあるとですね、すごい片付けが楽と言いますか、物を置く場所が決まるので、すごくいいです。こういうラック欲しいなと思ってて、いろいろ見てたんですが、これが一番良さそうだなと思って。で、実際使ってみるとすごい良かったので、これおすすめです。はい。ということで、これが、リンク貼っときますが、3話ダイレクトのツールワゴンキャスター付きというものです。はい。第4位でした。第3位はですね、バレーボール用の膝当てです。もう膝痛いじゃないですか。もう膝ついてやってて、もうたまに小石でも踏んだんかっていうぐらい激痛走る時ありますよね。もうほんと膝つくの辛いみたいな時にですね、大活躍。で、作業着屋さんに売っている、マジックテープで後ろから止めるような膝当ても、持ってるし使ったことあるんですけど、後ろのマジックテープの部分が痛かったりとか、あとすごいずれやすかったりするじゃないですか。やっぱりこういうものはですね、やっぱスポーツも用に限りますね。もう全然ずれない。し、動きやすい。もうずっとつけてるとつけてるの忘れちゃうぐらい、本当に使いやすいです。これバレーボール用のスポーツ用のだったらどれでもいいのかなとは思うんですけど、僕はですね、そのデサントのものを使っていて、
膝にかけてここが細くなってるんですよね。まあ、こことここだとこっち側の細くなってるっていうのと、まあ、ここ R になっているのと、まあ、このパッド自体にもいくつか穴が開いているので、まあ、通気して蒸れにくいっていうような特徴が書かれていて、まあ、これがいいんじゃないかと。で、1個1300円ぐらいするんですが、もう全然買う価値あります。膝ついても痛くないし、なんならプニプニして膝ついてると気持ちいいぐらいな、それぐらいの感じですから、もうこれは買ってよかったなと。僕の膝が延命されたなというふうに思っております。おすすめのサポーターが、第3位です。では第2位。第2位はですね、廃校機の新しいインパクトのケースです。これめちゃくちゃいいです。これ、なんと、見てください。ここの外す部分。この止める、このフックの部分。これ、鉄になりました。ここが鉄になったことで、このフック、ここがですね、外れなくなりました。素晴らしい。廃校機が素晴らしいです。ついに、ここのフックがですね、外れなくなったんです。もう、いや、これね、マキタのユーザーの人は何言ってんのかなと思うかもしれないですけど、もう、これ、廃校機あるあるなんですけど、この旧ケース、これ、ここ、めちゃくちゃ外れます。これはもう、ちょっと足に当たった日にはもうこれ吹っ飛びますからね、これ。ものによってはこれ開けて、これただですよ。開けて、閉めたら外れるっていうものもありますからね。だからなんか知り合いのサイリング屋さんでこれ、開けたら毎回取れるから中にしまっとくっていう人いるらしいですからね。っていうぐらい外れるんですよ。これもう僕、1日2回は拾ってますね、多分。でも毎回外れるんですよ。それがですね、なんと、鉄になったんですよ。外れない。素晴らしいですね。もう。で、さらにですね、もう一個あるんですよ。もう一個素晴らしいポイントがあって、この、ツールとか入れるこの収納の蓋ありますよね。ここが、カチッ。これでですね、二段ロックになったんですよ。ここが、本体のロックと別に、もう一段ここに、留め金がついたんです。で、これがですね、こう、開けて、ここで、カッチャンって、これで閉まるようになったんですよ。だから毎回これをしなくても、まあ、軽いロックとしてこれで、カチャンとすることができると。これが普段現場でやってて、まあ、ちょっと、カチャンって、これで開かないんですよ。もうこれだけでもまあ、開けても倒れないと。これめちゃくちゃ便利です。もう毎回この、まあ、ちょっと出して、まあ、ちょっとビット出して、こう、ちょんって、ってやってあげるだけでもう外れないと。この機能めちゃくちゃ便利です。もう、このケースはですね、もうすべての廃校機ユーザーが買うべきだなというふうに思うぐらい、めちゃくちゃ良くなりました。もう、素晴らしいですね。だからやっぱ廃校機の素晴らしいところはですね、こうやって改善してくれるところなんですよ。その改善してくれるし、そしてこのケース単体でも販売してくれるっていうところがですね、廃校機さんの素晴らしいところだなというふうにですね、心から思っております。なので、そのユーザーの声を聞いてくれる廃校機さんですから、ぜひですね、ここの動画のコメントでもですね、何かこうしてほしいみたいなことあったらですね、ぜひコメントください。ぜひみんなでですね、まあいきなり完璧な商品なんてできるわけないじゃないですか。だからみんなでですね、育てていくような感覚、まあ育てていくっていうのはおかしいですけども、まあ一緒に共に歩んでいこうという意味でもですね、この僕たちユーザーの声をですね、メーカーの人にお届けしたいなというふうに思っております。まあとにかくこの新しい廃校機のケース、素晴らしいです。もう廃校機さんありがとうございます。まあ僕が今廃校機さんに、これお願いしたいなと思うのが、一つはマルチツールにフックをつけてほしい。あれ、どっか置く場所欲しいんですよ。特に上の方とかやってると。なのでフックつけてほしいです。で、あともう一個は、でけえ丸の子欲しいです。最近牧田さん、157ミリでしたっけ切れる、大きい丸の子出されたんですよね。あれ羨ましいですね。僕ももうそれも、日立さんですよ。日立さんのアホみたいにでかい丸の子持ってて、まだ年に1回か、まあ2年に1回かぐらい使う場面あるんですよ。で、もうなんか古いし怖いですよね。ちょっともうバランバランみたいな感じで。だから新しいちゃんとしたやつあったら欲しいなと思うんですよね。で、まあそれが手軽に使えるようになるんだったら、スタイルホームとか一発で切れるわけだから、めちゃくちゃ便利だと思うんですよ。なので、まあでけえ丸の子と、あと欲を言えば、ジョイントカッターもバッテリーであると嬉しいかな、とは思います。はい。
ということで、皆さんもですね、廃校期さんに何か言いたいことありましたら、ぜひコメントでいただければ、幸いです。はい。ということで、第2位、廃校期のめちゃくちゃいいインパクトのケースでした。続きまして、第1位。第1位はですね、外にあるので、ちょっと外に行きます。第1位はですね、僕の新しい愛車、ダットサントラックです。これは1996年、約30年前の車なんですが、日産のダットサントラック。このシングルキャブといって、まあ、これダブルキャブっていうのは後ろ席、後部座席もあるのはダブルキャブっていうんですが、このシングルキャブで、ディーゼルで4駆のタイプです。で、このシングルで4駆でディーゼルって、これがなかなかないですよ。で、ようやく見つけた1台になってます。まあ仕事でももちろん使いますし、まあ本当の目的としてはですね、これをサウナカーにしようと思って買ったんですよ。まあ、ここにサウナ小屋乗せて走ろうかなと思ってたんですけど、まあ実際見てみるとちょっと小さいなと思って、なのでこっちを水風呂にして、サウナをですね、トレーラー作って、そっちでサウナトレーラーにして、こっち水風呂みたいな。そういう感じで、作っていこうかなというふうに思っています。で、完成したらですね、まあそれも YouTube でお見せできればなというふうに思っております。これもともとは白いボディだったんですけど、全部自分で全塗しました。車屋さんの友達に手伝ってもらいながら、バラせるものをできるだけバラして、もうドアも外したし、この荷台も外したんですよ。まあなんかこういう写真の、これぐらいの状態までバラして、いやー、すごかったですね。もうちょっと元に戻るのが心配だったんですけど、まあ無事に元に戻って、ちゃんと動いてるんでよかったなと思ってます。はい。やっぱバラすと楽しいですね。なんか車のことも詳しくなるし、あ、こうなってんだなとか、なんかすごい勉強になって、すごいいい経験ができました。ちょっと寒かったんで戻ってきました。ダットさんの、車の続きなんですけども、ダットさんを手に入れたですね、経緯もすごいですね、思い入れ深くて、あの車って石川県にあったんですよ。で、石川県から北海道まで陸送をかけると、だいたい20万ちょっとかかるみたいなんですよね。で、まあ、20万かと思って、まあ、そのままお願いしようかな、どうしようかなと思ったんですが、まあ、せっかくなら、まあ、旅行がてら取りに行こうというふうに思ってですね、で、取りに行くことにしました。で、その時に思ったのは、その誰かに会いに行く旅がしたいなと思って、というのもですね、今年の5月に、その M 型教習所って言って、僕カメラが趣味なんですけど、その、ライカのレジファインダーですねっていう、まあちょっとマニアックなカメラがあるんですけど、それのですね、扱いを訓練する会があって、で、それに行ってきたんですよ。で、それがめちゃくちゃ楽しくて、その、なんかカメラ系の YouTuber の方もなんか3、4人いたし、で、皆さん共通の趣味で集まってるので、なんかすごい話も合うし、いや、本当楽しかったんですよね。まあだからなんか、その、大工の YouTuber に会いに行きたいなと思って。で、まあ、一応僕も YouTube やってるから、その、いきなり何もないやってない人はなんか会いたいですっていうよりは、まあいいかなと思ってですね。で、その、調べたら、石川県の近郊で調べたら、その、翔やんさんが近くにいらっしゃったので、まあ、翔やんさんにお会いできないかなと思ってちょっと連絡したのと、あと、大工マニュアルさんも、京都の方っていうのは分かっていたので、まあ、ぜひお会いしたいなと思って。まあ、北海道スケールだと、まあ、石川もなんか京都もほぼ一緒じゃねえかみたいな、近いなっていうふうに思ったんですけど、まあ、結構遠いって言われました。はい。まあでも、なんかそういうお声掛けして、そしたらですね、タイミングよくですね、翔やんさんが京都で、その神長家のワークショップをやられてたんですよ。で、やる予定があって、そこでもしよかったらお会いしませんかっていう話になって、で、大工マニュアルさんもちょうどその場にいらっしゃるということだったので、まあちょうどよくお会いできるなということで、行ってきました。で、もう、翔やんさんかっこよかったですね。本当にあのまんまですね。なんか、いや、本当変わんないもんだなと思って。で、いや、なんかお互いにですね、なんか初めて会った感じがしないというか、まあ動画で見てるので、なんか、どうも、みたいな。なんかすごい不思議な感覚でした。なんか前から知ってる人に会ったような感じですごい不思議でしたね。で、いや、翔也さん、本当やっぱ、大工なんですよね。なんかあのまんまの方ですごい怒らず謙虚で、まあ、愚直というか真面目な方っていう感じでしたね。で、今も本当に大工なんですよね。その、すごい YouTube で稼いでるから大工やってないんじゃないかみたいな風に思われてる方もいらっしゃるかもしれないですけど、本当に今はなおですね、現役で大工さんなんですよ。で、その懇親会の後に、そのワークショップがあって懇親会があって、そのまま泊まる予定だったらしいんですけども、なんか、明日の朝からクロス屋入るから打ち合わせしないといけないから帰るわ、っつって、泊まらずに、まあ、懇親会に参加だけされてお酒飲まずにですね、そのまま、帰られてきました。で、なんかそういうところもやっぱすごいな、やっぱ職人だなと思うし、なんか体の使い方とかですね、なんかこうやってこうガッて物を持つ姿とかが、本当 YouTube そのまんまで、なんかショーやんだと思ってすごい感動しました。はい。あと息子さんにお会いできたのもすごい大きくて、
いやいや、言うてみれば、その、翔やんを翔やんにした男なんですよ、息子さんって。いや、だからめちゃめちゃ賢いし、いや、すごい、まあでも、すごいおごらず、すごい謙虚な、まあ、方だし、いや、すごかったっすね。なんか、そう、翔やんさんの YouTube で、トントントンってあそこから始まって、最後掃除して片付けるってあの映像流れるじゃないですか。あれって第1回目からあるらしいんですよ。だから、構成がもう最初からガチガチに決まってるんですよ。もうやることはもう最初から決まってて、もうブレずにやってますっていう。すごいっすよね。マジ天才だなと思って。で、なんか、どういう人生歩んできたのみたいな。なんかそういういろいろなお話とかもできて、すごい良かったです。で、なんか、親子関係もなんか傍から見てるとすごいいいな、かっこいいな、憧れるなという感じもしましたね。まあ、親父から見る息子との距離感とか、息子からの親父からの距離感とか、なんかすごい、なんかすごいいいなというふうに思いました。はい。あと、大工マニアさんも、もう変わらずな感じで、で、なんかすごい熱意のある方で、で、まあ、その懇親会終わった後も終電なくなるぐらいまで一緒にお酒飲んでたんですけど、いや、なんかすごい楽しかったですね。なんかすごい熱い激論を交わしてきましたけども。激論っていうかな。まあなんかすごい永遠となんかいろんな、まだまだ話せんな、みたいな感じでしたね。はい。すごい楽しかったです。あとですね、それ以外にももともとあの車って石川にあって、で、あれジモティーで見つけたんですよ。で、ジモティーで車買うなんて初めてなんですけど、もう本当になくて探してジモティーにたどり着いて、で、なんか、その持ち主の方が、建築関係の方なんですけども、B 型就労支援の活動をされていたりとか、まあ、活動とか事業をされていたりとか、あとは、まあ、その復興支援ということをされていて、すごいな、この人面白そうだなと思って、それでお会いしたいっていうのもあってですね。で、それもあって、あの車にしたっていうのもあってですね。で、まあ、実際にお会いすると本当にすごい熱意のある方で、もう他のいろんな事業あるんですけど、それはもう他の人に全かせて、今もう能登の復興にもう全振りしてるっていうような感じの人ですごい熱量のあるすごいかっこいい方でした。で、もうこの人もダットさんマニアで、もう夜な夜なネットサーフィンして、いい状態のダットさんあったらとりあえず買っとくみたいな。で、買って、で、3、4台常に保持してて、で、なんか他に欲しいっていう人がいたら、なんかその人に譲るみたいな、なんかそういうことをずっとされていて、いや、なんかすごい、なんかダットさん親分としてもですね、すごく尊敬できますし、なんかやってる事業自体もですね、すごいかっこいいなというふうに思っています。僕もですね、3.11の時とか、熊本の被害の時とかに、炊き出ししている、北海道から炊き出ししている、友人が現地に行っていて、で、リモートで支援するっていうことを少しやってたんですよね。で、その時にすごく、言ってる方がおっしゃってたのが、やっぱり震災やその被害があったことを風化させちゃいけないっていうことをおっしゃっていて、やっぱああいう、なんか、被害が起きた時って最初の2、3ヶ月すごい支援が集まるんですけど、そこからどん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 薄れていってしまう。でも実際困ってる状況っていうのはもう年単位で続いていくわけなんですよね。でも、実際に被害に遭われている方っていうのはそういうことを風化させないでくださいみたいなこととかってあまり、まあ言いにくいのもあると思います。そういうこととおっしゃらないんですけども、支えてる側の人たちっていうのは、まだまだの大変な状況と、その世の中の空気感みたいなのをですね、すごいギャップを感じて、いや、まだまだ大変なんだよっていうのをですね、知ってほしいし、発信していくっていうことをですね、よくおっしゃっていました。で、多分、能登でもですね、まさにそういうことが起きているというふうに思いますので、まあ、これからまあ、何ができるっていうのはあるんですけれども、まあ、ちゃんとまあ、心を寄せるというか、まあ、そういったことだけでもね、全然変わってくると思いますので、そういうふうに見守っていきたいなというふうに、応援していきたいなというふうに思っております。ああいう被害が起きた時って、やっぱ大工ってすごいっすよね。もうマジでヒーローだと思うんですよ。その壊れた建物を直していくって。本当にすごいなって、いい仕事、まあいい仕事っていうか、もうかっこいいですよ。人命救助みたいなもんですからね。本当にヒーローだなと思います。で、今現場でやられてる方も、本当に止まるとこなんてないし、車で寝泊まりとかしながら、そういう復興の建物とか直してるわけじゃないですか。本当かっこいいっすよね。本当に頭が下がります。まあなかなか言葉が出てこないですけども、本当に応援してるし、かっこいいと思ってます。ありがとうございます。何が言いたいのかちょっとわかんなくなってきましたけども、2024年もですね、僕も家族も健康に過ごすことができました。で、仕事もいただけて、本当に良い一年だったなと思っております。これも、実際にリアルで支えてくれている皆さんもそうですし、こうやって、YouTube 見てくださっている皆さんのおかげだと思っておりますので、本当にありがとうございます。来年はですね、また、なんか YouTube でチャレンジしたいこともありますので、まあ、いろいろと、応援していただけると幸いです。はい。ということで、
2024年買ってよかったものベスト5でした。どうもありがとうございました。皆さんも良いお年をお過ごしください。ではまた。